今回はこちら、有林堂で売っているガラスペン vs アマゾンで売っているガラスペン。文房具王になり損ねた女、有林堂文房具バイヤー岡崎ひろ子さんです。よろしくお願いします。メガネ買いましたね。そんなレンズに色入ってなかったですよね。で、ってこっちがってなってるんですよ。なんで変えちゃったんですか？いつもの高いやつを足で踏んでしまいました。寝起きに枕元に置いて枕元にヴィンテージメガネ置いて寝ました、起きました、メガネ探します。足で踏むってことあります？見えないんですよ。枕元に置くじゃないですか。踏まないですよね。見えないから。見えないからって言われたら何でも許せるみたいなのないですよ。気をつけましょう。はい、今回はですね、ガラスペンってことなんですけど、はい、まずは以前のガラスペンの世界見てみましょうか。どれぐらいなんですか今再生は。ありがたいことで33万回ですよ。すごいですね。あれ若くないですか岡崎さん。そんな一瞬で老けませんか？なんか一生懸命やってるこの頃の方が今大物女優みたいな感じになっちゃってる。最後なんですよ。問題はひどいこと言ってんですよ。アマゾンで買った方が安くないかっていうのに対して、ほら書き味が最悪かもしれませんとか、インク出てこないと思うとか、ガラスじゃないんじゃないのとか、一文字しか書けないと思うとか言っちゃってますよ。多分アマゾン社には岡崎さん家の住所割れてると思いますよ。リストアップされてると思います。岡崎 O だからだいぶ上の方にいますよ。アマゾンのブラックリスト。というわけでですね、実際に Amazon で売っているガラスペンを購入しまして、有林堂で売っているガラスペンとどっちが優れているのかを検証してみたいと思います。はい、まずは有林堂で売っているガラスペン、どっちがどっちなんですか？こっちがあれそんなの覚えたんすか？どこでそんなの覚えたんすか？もう一回やってもらっていいですか？ほら YouTube 慣れしちゃってるじゃないですか。それで松ぼっくりさんのつぶつぶ黄色です。7260円。7260円。対しまして Amazon の方、持つのも汚らわしいぐらい。いやいやいや、これはメーカー名とかよくわかんないですかこね。れは箱に書いてあるんですけど、中国語で読めなかったんですよ。はあ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 、ガラスペンじゃないですか。これいくらなんですか199円です。199円。安っ。ってことは有林堂で売ってるガラスペン1本で Amazon では30本買えるってことですね。これでもしですよ、スラッスラかけて有林堂で売ってるガラスペンよりも良かったとしたらどうします？やめます？会社やめません。今回は3つの項目で審査していきたいと思います。はい、1つ目は商品の完成度、見た感じガラスペンとしてどうなのか。2つ目が書き心地、3つ目は何文字書けるか。岡崎さんは1文字しか書けないって言ったので、この3項目で審査していきましょう。まず見た目からいきましょう。岡崎さんどうですか？正直思ったよりもちょっとしてるのはなぜでしょでしょ。全然いいじゃないですか。材質はね、岡崎さんがガラスじゃないかもって言ってましたけど、ガラスです。ガラスですよね。つぶつぶ黄色も見ていいですか？あ、こっち見ちゃうとな、こっち見ちゃうとこっちだわ。どっちが高いでしょうかクイズ出されたら、ガクトだったら間違いないこっちって言いました。細かいとこ見ると全然違うもん。先とか全然違うもんな。そうなんですよ。アマゾンのやつ若干歪んでるもんね、やっぱり。まず最初の見た目ってところで言うと、さすがに7260円のつぶつぶ黄色の方が上ですね。続いては書き心地に行きたいと思うんですけれども、はい、ペリカンのロイヤルブルー。このチャンネルやってからこういうこと知ったな。このチャンネルをやらせていただかなければペリカンのロイヤルブルーなんていう単語を口から出さずに寝たのにな。まずは松ぼっくりのつぶつぶ黄色。これは書き心地よくて当たり前ですからね。まあもう私もこのチャンネルに慣れてしまったのか、ガラスペンって感じですよね。本当にガラスのカリカリカリって感じですよね。いいですね。では続いて、これマジでめちゃくちゃ気になるな。ドキドキするね。ドキドキする。ドキドキしますね。2文字になってくると私の言ったことが嘘になってしまうので、大きく書いてください。お、垂れないし、超ちゃんと毛細管現象で吸ってますよ。書けるかな？書けそうですね。ここで CM 入れたいですよね。入れたいです。いきますよ。はい。マジか。マジか。字が小さい。小さくないですよ。めっちゃ大きく書いてます。うー
わマジかこれやばいよ。結果から言いますね、ええ遜色ないです全然6文字書けちゃってるし、書き心地も全然最悪じゃないし、目つぶって書いたら分かんないですよこれ。岡崎さんにやってもらおうかな。書きますね。最後は実用性ですよね。一回インクに浸して何文字書けるのか。まずは有林堂で売っている松ぼっくりのつぶつぶ黄色か。岡崎ひろ子がいいかな。岡崎、結構これ書けちゃうな。岡崎さんちょっと時間つながなきゃいけないんで、最近あった面白いことお願いします。お惣菜屋さんでファンの人に遭遇しました。ファンの人？有林堂の YouTube を見ててくださる方。初めて声かけられたってことですか？私空飛んでても誰からも声かけられませんけどね会ってどうだったんですか？お惣菜屋さんのおばちゃんがその光景を見てびっくりしていました。何なんだろうこの人はみたいな。はい、そうですよね。面白くないんですか？面白いですよ。すごいですよ。続けてくださいちょっと続けられない。私もね、デジタル社会の人間になってしまったんですね。原稿用紙4行ぐらいでしんどい。写経のようなことなんですよ、僕やってるの。岡崎ひろ子に今後いいことがありますようにっていうのを心で何回も唱えながら岡崎ひろ子って書いてるんですよ。ありがとうございます。でも結構ね、やばくなってきた。もう結構書けないです。もう出ない。松ぼっくりのつぶつぶ黄色は30岡崎ひろ子と1岡結構かけた方かな。アマゾンで購入した199円のペンを筆圧もちゃんと思い出して書きますね。よし。わかりました。さっき大きい字書いてたからあんま書き心地変わんないんだ。小さい字書いたら一発でわかる。硬い。めちゃくちゃ硬いわ。ものすごい書き心地悪い。削ってない鉛筆で書いてるような、先がすごく平らな感じがするんですよ。書いた文字見てもね、こっちの方が綺麗に書けないですね。ただ、一文字しか書けないっていうのは嘘でしたね、岡崎さん。でもきついですよ。アマゾン頑張れよ有林とぶつぶそうぜ。共に世界を席巻するんだ。ダメでした、やっぱりダメでした。15岡崎ひろ子です。60文字。半分っすよ。半分も書けちゃったんだ。そうだよ本当は30分の1ぐらいしか書けないで終わってほしいから、4文字だったらね、岡崎ひろ子もう書けませんだったらね、200円として対等なんだよ。対等です。でもね、小さい字を書いたらいかに松ぼっくりのつぶつぶ黄色の方が書きやすいかっていうのは分かります。これね、めっちゃ疲れると思いますよ。極端な言い方をすると、彫刻刀の平刀で書いてる感じますよね。本当に先が平らなんですよ。筆圧が強い人だと紙の表面が剥げちゃう人もいると思う。やっぱ200円でしたね。でも200円は安いかな。ガラスペンの入りとしてはいいんじゃないですか。200円でこれ買って魅力に気づいていいなと思ったら、有林堂もしくはスタヤとか T ポイントがつくとこもございますのでね、ちょっと高価なガラスペンを買うっていうのがいいんじゃないでしょうかね。そうですね。すいません。一文字以上書きましたね。すいませんでした。最後に私の書いた岡崎ひろ子っていうのをね、抽選で2名の方にねプレゼントさせていただきます。ツイッターで応募しますか？どうしますか？岡もっち買ってくれた人にプレゼントしたいな。岡もっちどうなんですか？その後反響は。売れてないですよ。1個もですか？ 1個も。じゃあこの原稿用紙売りましょうよ。売るんですか？プレゼントするか売るか考えましょう。救急車も来てあったし